定期社員を非正規雇用、例えば外注にしたりとかするとですね、消費税額が小さくなっていくんですよ。私たちが払ってる消費税っていうのは何ですか？払ってないの、消費者は。事業者が払ってるだけ。企業が派遣社員を活用する背景、派遣社員を利用する背景には以下の理由があります。経済状況や需要の変化に応じて簡単に契約を調整できる上、採用・教育コストや社会保険負担が軽減される。また一時的なプロジェクトや特殊なスキルを持つ人材を短期で確保可能なことから、正社員ではなく派遣社員、非正規雇用の方が企業にとって都合が良いのです。ただ単に人件費の削減、コストカットという部分が大半を占めているのは事実です。と、ここまではごく一般的な考察です。派遣法改正とその真の目的、実はこの企業が派遣社員を活用する背景には、1999年および2003年の派遣法改正、竹中平蔵氏の関与で派遣業務の対象が大幅に拡大し、製造業への派遣が解禁されたことによって、表向きには労働市場の流動性向上を謳い、グローバル経済での競争力強化や働き方の多様化、ライフスタイルに合わせた柔軟な就業を提唱していますが、実際はコスト構造の軽量化、企業の利益率向上を最優先とした労働コスト削減が行われている状態です。派遣法改正は資本家の利益を優先し、労働者の交渉力を低下させる意図があったとも解釈されています。ここからは政府や企業が我々一般国民に知られたくない派遣のシステム、お金の仕組みについて考察してみようと思います。この人材派遣、派遣社員というサービス自体がどうのこうのという話ではなく、サービスに関するお金の流れや、そこで実際に汗水流し働く人に対する扱い方が問題なのです。政府は巧妙に仕組みを構築しました。本音と建前、表と裏、はっきり言おう。政府、平蔵は国民を人ではなく物、サービスとして提案し、法改正した。言葉は悪いが、人を物、サービス、将棋やチェスの駒のように扱うことにしたのです。結論から言うと、人材派遣に関する一切の費用は人件費ではないということ。どういうことって思いますよね。派遣社員の利用は派遣会社が雇用する人材を自社にて就業させるサービスを利用することであり、新たに人材を雇用するということではないのです。あくまで派遣社員はサービスという事業ということなのです。誰もが人材、人にかかるお金、料金なので人件費と思いがちですが、派遣社員を雇う費用は人件費ではなくサービス利用料金であるということをしっかりと理解してください。そしてそれは人件費とは全く違う扱いだということ。政府や企業が労働者一般国民に絶対に知られたくないことがここなのです。定期社員を非正規雇用、例えば外注にしたりとかするとですね、消費税額が小さくなっていくんですよ。派遣社員はあくまで人材派遣会社のサービスを受ける費用なわけなので、外注費ということになります。新たに人材を雇用するということではありません。派遣社員を利用した場合、派遣会社に支払う費用は外注費として扱われるため、費用は課税仕入れとされ、消費税の控除対象となるのです。消費税法、はい、消費税法にね、納税義務者というのがあります。第5条です。はい、事業者は国内において課税資産、これ財やサービスのことね、要は、の譲渡というか取引です、につきこの法律により消費税を納める義務があるってことだから、そもそも納税義務者は消費者じゃないんです。払ってるように思うかもしれないけど、事業者ですよ。だってそう書いてあるのよ。でも消費税法には消費者という言葉は登場しません。なぜなら関係ないから。私たちが払ってる消費税っていうのは何ですか？払ってないの、消費者は。事業者が払ってるだけ。でもなんか消費税額載ってるじゃんと思ったんですよ。あれ単に価格の値付けで、そこの10% の部分に消費税って書いてるだけ。でも税抜き、税込みとか書いてありますよね。あれも税抜き、税込みっていうのもですね、そもそも関係なくて、税抜きだろうが税込みだろうが、事業者側は勝手に価格を決めていいんです。
110円にしてる。そう、110円の水ですだか100円だけどうん10円税が乗ってる水じゃなくて、そもう110円の水。ら。その通りです。すごいじゃないですか。賢いじゃないですか。その通りですよ。その説明で合ってるんですよ。本当ですか。はい。実は消費税の支払いの仕方、はい。これこうなってるんですよね。まず課税売上から仕入れを引いて、その残りの部分に消費税がかかります。はい。つまりは非課税仕入れプラス利益割る 110×10 で消費税の額が決まります。非課税仕入れってさ、ほとんど人件費なんでこれ。そうなんですか。そう、給料と社会保険料。ほとんどの企業にとって。はい。だからこれ利益と給料と給料と社会保険料にかかってる税金なの。消費税って。消費者関係ないんですよ。とそんなに使わない。そうね。でもその時利益が増えるだけだもん。ここにかかるんですよだから。はあ。これ例えば人件費が半分にしてみましたって言ってもここ利益ってことで残っちゃうから変わらない。へえ。消費税額を減らしたいんだったらこれを増やす。正規社員っていうのは完全に人件費だから非課税仕入れです、はい。給料払ってもそのまま非課税仕入れだけど、外注だとこっちに入るんだよね。今まさに外注関係なんですよ、はい私とあなたは。はい。だから小雪さんに使ってる人件費っていうのはうちにとってここじゃなくてこっちなんですよ。はあ。つまりこれを大きくしているの、はい。小雪さんに払うことによって、はいだからその分消費税の節約ができるわけ。ということは、はい正規社員を非正規雇用、例えば外注にしたりとかするとですね、消費税額が小さくなっていくんですよ。ひたすら人件費を全部削ってこっちに移していくわけ。外注契約にめちゃめちゃ節税できるんですよ。企業としては正規社員を切り替えたくなるんですよ、外注に。確かに。だから非正規雇用が増えたんです、日本で。三橋貴明氏による超わかりやすい解説いかがでしたか。派遣社員、非正規雇用と企業の雇用関係やそれを隠れ蓑に気づかれぬようこっそりと消費税という名の売上税を搾取している現状がお分かりいただけたのではないだろうか。また私たち消費者にとって消費税は全く関係ない税金だったということも明らかにしてくれていました。課税仕入れとなる派遣社員は企業にとってメリットだらけなのです。前回の動画でも考察したように社会保険料は派遣会社負担なので払いません。ボーナスや退職金も通常派遣社員には払いません。教育・研修費用や福利厚生の費用も払いません。その上派遣会社の派遣社員というサービスを利用すればその費用は課税仕入れとされるため消費税が控除されるのです。もう正社員なんか雇ってられませんよね。景気の上がらない今の日本において企業にとって人件費は削減対象の一番目です。年功序列、終身雇用といった企業依存型の考え方は通用しなくなっています。いつクビ・リストラ対象になってもおかしくない状況です。あなたの代わりはそこら辺にうじゃうじゃいるのです。消費税の仕組みによる非正規化、はい、これが雇用の不安定化と所得の低迷をもたらしまして、これが非婚化を実現してしまいまして、さらには子供が生まれない少子化になっちゃってる。すごいですよこの仕組みって。良くない連鎖ですね。そう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。